あなたは。選抜レースの観客席にてそのお姿拝見しておりました。遅ればせながらご足労感謝いたします。しかしわざわざご覧になっていただけたのに、あのような不甲斐ない走りをお見せしてしまい残機に耐えません。慧眼をお持ちなのですね。その問いにお答えするとすれば、本当の私とはレースであなたが見た姿を指すのでしょう。内なる劣化を御せずたけりのままに走る、あの未熟な姿こそが私の根源なのです。うるさいうるさい。だってイライラするんだ。ムカムカする。カーって目の前が赤くなるんだよ。幼い頃の私は感情と欲望のまま暴力を振るう獣。気に入らないことを全て力で従わせようとする無法者でした。どうすればよいかもわからぬまま内なる棒に振り回され、他を傷つけ他に疎まれ。今みんなやっつけてやる。弱っちい奴らなんかみんなやっつけて、それで一人で。弱っちい奴らか。であればこのわしがいる限りは一人になどなれまいな。じいちゃん。さあ、道場へ来る時間が過ぎているぞ、八重野。じいちゃんと稽古だ。そんな未熟極まる私に粘り強く寄り添ってくださったのが都市武道金剛八重垣流当主たる祖父だったのです。祖父は言いました。内なる劇場劣化のままに力を振るう限り、私は自らの暴意に苦しみ続けることになると。金剛八重垣流の型に力を乗せ、その荒々しき流れを正せ。さすればおのずと死水の境地に達するであろうと。ええ、したる祖父との修行の日々のおかげで、私は多少なりとも己が棒を抑える術を学び、他との融和も手にしました。ですが死水をもってしてなお我が内なる劣化の穂村は猛々しく、再び荒れ狂い他を傷つける恐怖に怯える私に対して、ある日祖父は問いました。その道は他を制して傷つけず、他と争い共に楽しむ。その道では棒なる穂村は最たる光となる。これいかに。あなたにもお尋ねしましょう。祖父の出した問いの答え、お分かりでしょうか。やはり慧眼であられる。レースと出会い我が道を得たりと私は歓喜しました。武道によって棒を抑え、レースによって棒を生かす。内なる劇場は行き場をなくさず消化される。そして思ったのです。この道で見事に成果を上げ誇りを手にすることで恩返しができると。未熟で迷惑ばかり心配ばかりかけてきたじいちゃんに胸を張って見せられる自分になれるはずだと。しかしこの道でさえも、レースにおいてさえも、私は己が棒に振り回される愚劣さを晒してしまった。私は叩き直さねばならないのです。溢るる棒に内なる劣化に惑う己の未熟さを。そうでなければこんなにも未熟なままではいつまでたっても恩返しなど。私には修行が足りぬのです。
何故ですか？トレーナーという立場から見れば現状の私はただ気性の悪い関わるに利のなき馬娘のはず。精神なのですね。言葉もその瞳も見間違えることさえできぬほどあなたはまっすぐだ。正直なところ五里夢中であることを自覚していました。ですから私からもお願いいたします。この劣化を御す方法を見つけるべくどうかお力添えをいただけないでしょうか。感謝いたします。